今からですね、この輪になる部分の作り方をご紹介します。簡単で、きれいに作れる方法です。編み紐の数をご紹介します。用意する編み紐の数は、このように紐が4本出てくるタイプ、それと、2つでするタイプ、こちらは、8本編み紐を用意します。そして、こちらの足が3本出てくるタイプ、こちらは編み紐を、6本用意します。1本につき4本で編むようになるので、その数で、考えていきます。それではまず編みたいサイズの4倍の長さの紐を8本用意します。それとロープに使うところ9本目を用意します。これがですね、真ん中のところです。真ん中を覚えておきます。そして、このように置きます。ここが真ん中です。そしてですね、だいたい輪にしたいサイズどれくらいにしたいか考えます。これくらいにしたいとします。これくらいを、ロープを巻いていきたいと思います。ロープを巻くときは9本目の紐を用意します。そして、巻きたい長さプラスアルファ少し用意して、これを折ります。それではここをセンターにしてですね、編みたい、ロープにしたいサイズ、このぐらいだとします。そこが入る切るような感じで少し余裕を持って紐の二重に用意します。そしてこの長い紐をここから巻いていきますね。ここ持って足で押さえて巻きます。このようにしてどんどん巻いていきます。足で押さえてるのですごく巻きやすいのと綺麗に巻けます。力加減も引っ張りすぎないですし、緩すぎなくてどんどん巻いていきます。仕上がりがこれだと綺麗に仕上がります。で両サイドが少しくるくるはしてるんですけど、まだちょっとこのまま巻いていけると思います。でだんだんこう巻きがきつくなってきたら一度、テーブルから離して巻いてるところをほどきます。ほどくときはね、テーブルから離して、自然にこうほどけるので簡単にこのぐらいにほどけてきます。そうしたらまた同じように足で押さえて続きを巻いていきます。はい、同じぐらい残してね巻くことができました。でこれで
れでも綺麗ですね。もし緩いなと思ったら、このままでもいいんですけど、紐を少し押すと詰まるので、目の詰まった感じにできます。でもう少し長い方がいいなと思ったら、また足して巻いてもいいと思います。まずは完成しました。次ね、ここを巻くんですけど、その前にこのロープを留めてしまいたいと思います。この輪の中に紐の先端を通します。ここから通していきます。通しました。そしたら、この輪の端のあたりを押さえておいて、こちらの紐を引っ張ります。引っ張ると輪が入っていきます。入りました。これでですね、もうしっかり留まっているので、紐が出てきてしまうことはありません。ほどけることもないので大丈夫です。この端と端をカットしてしまいます。なるべく短めに切ります。もし出ているのが気になったりする方はこれしまってください。留めたい長さを考えます。決めます。だいたいこれ少し長くしようかな。これくらいにするとして、それが入るぐらいの、巻けるくらいのサイズに二重に折ります。でここからここまで巻いていきます。では押さえて、紐を下にして端でまた留めて、くるっと巻いていきます。こちらから巻いてってもいいんですけど、その方がどのくらいの長さで留めたいか分かりやすいって方はそれでいいと思います。こっちから巻いていくとこちら側とのつなぎ目がバランスがいいんじゃないかなと私は思っていて、ちょっと間にこう入れたりとかできるので、綺麗に巻けるような気がしてます。でここでですね、じゃあいいかな、これもこのまんまでもいいですし、少しキュッと押しても大丈夫です。で、じゃあここまで来ましたので、この輪の中にこの紐をまた入れます。この先端を輪の中に通します。通しました。そうしましたら、この紐を
引っ張っていきます。はい、中に入りました。こちら側もきれいに収まってます。そしたら同じように、出ている紐をカットします。出ているのが気になる方は中にしまってください。これでですね、きれいに、フックの部分が編めました。完成です。